ビログマスもついにあと3日になりましたね。この日はちょっと日本茶が飲みたかったということもあってお茶を入れました。お茶はがん予防、生活習慣病予防と様々な効果があります。中でも殺菌作用もあるため、食事の時に一緒に飲むと食中毒の予防にもなるようです。おいしそう。手で取るのが長男が手がベタベタになるのは嫌だということなので、和菓子には和菓子切り。お家にあったのをもう使ってないということで譲り受けました。和菓子に合ったお皿も欲しいんですけどね、なかなか理想のものに巡り合えません。実家にいた時は10時のおやつ、3時のおやつと言ってお茶を飲んでいましたが、最近ではもっぱらコーヒーもしくは水。久しぶりに飲む日本茶はとっても美味しかったです。これから少しずつ取り入れていこうかなと思っています。長男はもうすでに2つ食べ終えてるんですけど、私が食べてるのを見たら食べたいということで半分少しだけあげました。この喜ぶ顔を見たらあげずにはいられませんね。UFO キャッチャーガグン捕まえた。上がったって立って。UFO キャッチャー。ガトグンキャッチャー。頑張って。こちらは20歳までの誕生日を見開き1ページで思い出として残していける本になります。1年に1ページと思うととても気楽に続けられるのでおすすめです。ちょっと待ってね。痛い痛い痛い、指痛い指痛い。痛いよ。はいはい。読む？おばあちゃんって読んでくれたの？ありがとう。はい、読みます。読みますわ。私はコーヒーも大好きですが、紅茶も時々飲みます。紅茶は抗酸化作用があり、生活習慣病予防になる紅茶ポリフェノールが含まれています。ただ、飲みすぎは注意です。大丈夫か？これまたできるんだよ、これ。わお。これできる。幼稚園でもらったアンファンっていうやつに最後のページにお寿司屋さんゲームっていうのがあって、今頑張って作ってます。結構難しそう。青いとこ気になって。青いところになってて。頑張れ。間違えちゃったら？まあしょうがないんじゃない？間違えちゃったら。ねパせばいいよ、テープで。とりあえず切ってみようか。工作は工夫して何かを作り出す思考力と指先の感覚が育まれるそうです。ハサミや糊など道具を使えるようになれば、その先の鉛筆やお箸の持ち方もできるようになると、どんどんステップアップをしていくそうです。子育てをしていると、物事には必ず意味があるんだなということをつくづく感じます。大人になると面倒事とかは避けがちですが、何にでもトライできる柔軟で素直な心は持ち続けたいものですよね。ほら。はい、どうぞ。どこでやればいいんだよ。じゃあご飯からいく？
あ、ちょっと待って、のり貼るあると思った。これを折って、あ、やべ、ここ切ってなかった。話は変わりますが、昨日長男と2人でお出かけをしました。次回の動画で載せる予定ですが、久しぶりに2人きりで過ごして、次男が生まれる前の2人きりの頃に戻ったような、でも長男は成長しているというなんだか不思議な感覚になりました。最近は夜も私と一緒じゃないと泣いて寝られなかった長男が主人のところで朝までぐっすり眠ったり、あとは朝早く一降りで起きて1階まで降りておもちゃで遊んでいたり、長男は家と幼稚園で様子がちょっと違うところがあって少し心配している部分もあるのですが、ただただ成長に驚くばかりです。一丁っていうの一貫だね。一貫。なんで一丁って言ってんの？卵一貫完成。で、上にこれいくらひょいっと。おー、あ、違うな。折るのかこれ。あ、折るんだって。折ってひょいっと。おー、いくら完成。メニュー。メニュー。お寿司屋さんのメニューやりましょう。ちなみにですが、ままごとは相手に自分の意思を言葉にして伝える必要があるということから、言葉の発達に良いとされています。相手とのやりとりが多い方がよりよく成長していくようなので、どんどん取り入れていきたい遊びの一つです。ここに英語も混ぜて話すようにしたら英語力も上達するんですかね。まあ私が話せないので何とも言えません。あく何ですか？はい、見せてください。マグロとサーモンとイクラです。ちょっとぼやけて。はい、マグロとサーモンとイクラお願いします。待ってる待ってる。これであれですか？さっき選んだのメニュー同じですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。こぼれちゃいらっしゃいませ。美味しかった。よかったね。何にします？そして12月22日は冬至でしたね。冬至は1年で一番寒い日で、最も日の出から日の入りまでの時間が短い日と言われています。今年も大雪に見舞われた地域がたくさんありましたね。雪が降ると冬っぽくて好きなのですが、私自身も雪国育ちということもあって、雪の大変さや危険性は重々承知しているつもりです。そんな冬至、本当は22日にかぼちゃを食べてゆず湯に入るという風習がありますよね。なぜかぼちゃを食べるのかというと、ビタミンなど多くの栄養を持つかぼちゃを食べて厳しい冬を乗り切ろうという思いが込められているそうです。そんな冬至の行事をすっかり忘れていたので、23日にかぼちゃを食べました。ゆず湯はお風呂に入って病気を治す冬至という語呂合わせから来ており、香りも強いということで、邪気をよけ、運を呼び込む前の厄払いの目的もあるようです。見てるだけでも、匂いを嗅むだけでも、すっきりリフレッシュできるゆず湯、いいですよね。いただきます。かぼちゃ？かぼちゃ美味しいの？かぼちゃ？あ、はいはい。ちょっと待ってね。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。Vlog マスはあと2日で終わりです。実際はもう25日は過ぎているのですが、あと2日お付き合いください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。